この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。いやー、ガラクタ屋敷には違いなかったが、いい掘り出し物を見つけたな。いい嗅覚だぞ、司。もう1円ポッチで宮沢賢治を買い叩くなんて信じられない。未来の読者が聞いたらそっとしますよ。なんかやっぱ一生続くんだな。今分かったわ、このくだり。もう司っていう人間がそんなに頭は良くはないんだな。学習能力がないもんだって。でやっぱ感情が優先するから、けどもうなんかそのまま素直に言っちゃうっていう、こういうのが一番まあ物語としては面白いか。あまり自然な感じで名を出されるものだから思わずぶったまげてしまった。この双子の星という作品を俺は知らないが、まだデビュー前という話を聞くに、未来でもかなり希少なものなんじゃないだろうか。そうは言うがな、司。あんな当変木の部屋に文豪の原稿を置き去らすなぞ、豚に真珠どころじゃないぞ。実際適当に放置されてたわけだしな。でも素直に価値を伝えればよかったんじゃ。今日も空が青い。空が青いのは光の波長によるものらしいな。すぐごまかす。空を仰いで清々しい顔になる所長。石倉さん的には知らぬが仏というやつだろうな。しかしお前の口ぶりじゃマリモよりよほど価値があるようにも聞こえたが。そうですね。いつになるか分かりませんが、少なくとも100年後には。そんな待てるか。いくら私でも白骨化してまで金など欲しくはない。じゃあやっぱり、マキリさんにお見せしましょう。この価値も分かってもらえるかも。確かにマキリ氏も画家とはいえ作家というくくりに変わりはない。彼の審美眼とやらを信じよう。テートには変わり者がいっぱいだ。俺たちも漏れなくその仲間入りを果たしているわけだが、それでも隣の変わり者が考えていることはわからない。とりあえずは物をマキリ氏に見せてみるしかなかった。あ、この音はなんか鳴ったな。爆発したな。もうそんな時間か。今のはドンと呼ばれる誤報だ。丸の内、ちょうど昨日の駅のあたりから毎日正午に放たれる空砲で程度の人々にお昼を告げる役割を果たしている。まあ時計なんかあっちこっちにあるわけじゃないからな。電気すらギリギリだもんな。昨日も今日もずいぶん歩いたし腹が減ったな。カエルを見たばかりでこういうのもなんだが。でも確かにお腹は空きましたね。さすがに若い男子が私と同じ量では物足りないか。すまない。いえ、所長のせいじゃ。単に極潰しが増えただけですもんね。現状の俺は本当に文字通りの極潰しだ。今回、一応今回のマリモの件とか助手らしい仕事をしちゃいるけど、まだこれがお金に結びつくかどうかはわからない。事務所の、運営だって大変なのに所長に謝らせてしまう自分が不甲斐なくなった。でもそれを抜きにしても所長の食事は明らかに少ないんだよな。財布のことを考えるととやかく言えないけど。服装のせいで分かりづらいが、所長はかなりの痩せ型だ。
昨日の夕飯は、野沢菜、かんぴょう、高野豆腐、水豚。俺なら朝食でも足りないくらいの分量で。4000、5000、いや6000までならなんとか。所長？所長はガマ口を取り出すと中の小銭をぶつさに、数えてうなっていた。俺も昨日仮の小遣いを借り受けたばかりだが。昼食にしようか司。だがすまない、米の値段が高騰していて麦飯すら買えそうにない。今回の依頼がうまくいけば借金も解消できる。だから悪いが今日のところはパンで我慢してくれ。米が高騰しとってパンが買うんか。大丈夫ですよ、俺パン好きなんで。そうなのか。日本の男子は米でないと満たされんかと思っていたが。確かにこうやっぱ食事は米だよ。この時代の人たちがどうかは分かりませんが、未来じゃ割とパン食は普通です。米が高いならパンで、所長と一緒がいいです。そう言うと所長の顔がパーッと華やいだ。そうか、ならありがたい。実を言うと私もパンの方が慣れていてな。お箸使えるんかな。はい。急に子供みたいに喜ばれると胸に曇るものがあるな。胸に来るだった。胸に来るものがあるな。昨日も舞さんから聞いたように、この時代は米騒動が起きるほどに米の価格が高騰していた。一般家庭では麦を混ぜたりして米不足に対応していたらしい。もともとイギリス人の所長にとっては苦でもないことなんだろうけど、ここのパンは安くてうまい。バターも塗ってくれるのが心にくいところだな。いただきますって所長は？気にするな、私は昼くらい抜いても平気だ。所長が連れてきてくれたパン屋さん、ここがおすすめだとロールパンをおごってくれたのだが、肝心の所長が何も買っていなかった。そんな、俺のために無理しないでください。俺こそ別に昼なしでもいいんで。いや、昼を抜くのはいつものことで。パンを渡そうとしても受け取ってくれない。本当のことなのかもしれないけど、お腹を空かせた所長の前で俺だけ食事にありつくなんて。情けは人のためならずという司こそ食べ盛りだろ。何、パン一つで破産するほど困窮してはいない。あまり日本人より日本人らしい言葉を使う。でもそれなら半分こですよ。遠慮しようとする所長にロールパンをちぎって押し付ける。彼女は口調こそぶっきらぼうだけど、俺のことを思いやってくれているのは強く伝わる。だからこそ無限にはしたくない。情けは人のためならずと。私が好きでおごっているだけなんだから、お前が気を使う必要はない。だから所長に恩義を返しているんです。俺が好きでこうしているだけですから、お気になさらず。まったく、ああ言えばこういう。結局渋々といった様子でパンを受け取ってくれた所長。あまりお行儀のいい行為でもないけど、この時代でくらい許してほしい。美味しいですね。もぐもぐとパンを咀嚼しながら日本橋の街を歩く。所長と二人で味わった香ばしいバターの風味は、現代で食べたどのロールパンよりも美味しかった。愛国者なら麦を食えと原宰相は言っていた。私は食生活と愛国心を結びつけるのはナンセンスと思うが、パン食には賛成だ。うちも朝食はいつもパンでした。とはいえ、パン食普及の影響でここ数年小麦粉の値段もだいぶ上がってはいるがな。
つい先日も近所のうどん屋が店じまいしていた。いろいろ大変なんですね。どうも日本人にパンが根付き始めたのはちょうどこの時代頃らしかった。それも最初は米不足から政府が推奨した影響ということで。だがそれを差し置いても何より米が高すぎる。一時は一升60銭に届こうかというくらい高騰していたんだぞ。多いな。じゃ高えな。60銭は高えな。イギリスにいた所長からすればパンの方が馴染みあるかもしれませんね。しかしこの時代の額面で言われても全然ピンとこないな。何にせよ、暴動が起きるほどの高価差なのだから相当だろうけど。そういえば最近駒形のあたりにパン食堂ができたと聞いていたな。今度はそこいらでも行ってみるか。パン食堂ですか。面白い響きですね。現代風に言えばベーカリーレストラン。そう聞くと違和感ないのかも。俺たちはそんなたわいもない会話を交わしながら公園へと向かうのだった。なんかこういうさ、なんか愛も変わらん日常ってのが後々聞いてくるんだろうな。それでさ、なんて言うんだろう。現代に戻った司がさ、桜の木の下を掘り返したら所長からの手紙があってさ、なんかあの時食べたロールパンが美味しかったねみたいな話になったらおじさん泣いてしまうかもしれん。夕方になっちゃいましたね。少し遅れたな。急ごう。マキリさんには、見せられなくなってしまっては元も子もない。俺たちは彼のいた花壇へと急いだ。いや、待っていたよ。お待たせしてすまない。ご期待に添えるかどうかわからないが品を見繕ってきた。司。はい、2つほど候補があって、まずはこちらから。2つ？シクラさん金星ミロちゃん人形を手に取ったマキリさん。こちらはある発明家が作ったミロのヴィーナスを模したからくり人形です。なるほど。興味深いね。左腕がちゃんと復元されている。黄金のリンゴを持っていたというのが有力な説だったと記憶しているけど、それをまさかこんな人形にしてしまうとはね。ユニーク極まりないその風貌にもマキーさんは面白そうに眺めてくれた。プレゼンするのはシクラさん本人じゃなく俺になってしまうのは申し訳ないけど。からくり人形というからにはどうやって動かすのかな。こちらのコマがこう紐に巻いてですね、コマをか。こちらのコマをこう紐に巻いてですね、付属品であるコマを取り出し、シクラさんがやっていたように実演して、あれ？どうした司。うまくセットできなくておかしいな。構わないよ。今の説明で大体どういうものかは分かった。いいな、話がわかるやつって好きよ。確かに独創性という面では優れているが、ひらめきを与えるまでには至らないかな。まあ、ひらめきで作られたものだからな。それからひらめきを得るっていうのはなかなか難しいかもしれんな。残念です。実はその可能性も見越してもう一品だけ用意をつけてきた。ご確認願えるか？ありがたいことだね。次はどんなからくり？おや？ほう。十数枚の原稿を受け取ったマキリさんは興味深そうに目を丸くした。まさか小説、それも製本されていないものを手渡されるとは思いもしなかったのだろう。双子の星、宮沢賢治。初めて聞く作家だね。まだ世に出てはいないが確実に才ある作家のものだ。貴殿の芸術性への刺激にはぴったりかと思いましてね。
まあ確かに芸術には芸術をかぶせるってのは、ありかもしれんな。だって、なんていうかさ、例えば目で見たものとか耳で聞いたもの、肌に触れたり感じたり、ね、いろいろ体感したものを絵で表現するか、文字で表現するかの違いなんだよね、結局は。たまたまこいつは絵を描いとっただけで、宮沢賢治はただ文章を書いとっただけなんよ。宮沢賢治に絵の才能があったら絵描きになっとったし、こいつに文字の才能があれば物書きになっとったしっていうその表現の話だから、ね、その表現のアウトプットに触れて自分がインプットを得るっていうのは、あるかもしれんね。ふん。マギーさんはそれ以上尋ねることもなく原稿へ視線を落として読み始めた。正直どう転ぶかは俺たちじゃあさっぱりわからない。どうか認めてくれるといいけど。ああ、さっきのやつや。20分ほど経っただろうか。すべてを読み終えたマキーさんは、もう一度1枚目に目を通してから、した風にうなずいた。なるほど。いかがだったかな？心ここにあらずといったようなマキーさん。この作品は童話と呼ぶのがふさわしいのかな。僕にはあまり星の知識がないから具体的に思い起こすことはできなかったんだけど、空、天、そこに広がる星の世界と僕らがいる地上や海の世界、それにクジラと水、蛇に竜、星と人で、とかく数多くの比喩が対応している。きっとその枠組みもこの著者が定めたものなんだろう。もしかしたら10年前に接近したハレー彗星なんかに着想を得ているのかもしれない。それから何と言えばいいんだろうね。胸に迫るものを感じさせる作品だった。言葉を選んで少しずつ感想を吐き出すマキリさん。どこか表現し得ない感情を咀嚼しているかのように。それをお前は絵にするんだろう口に出すんじゃなくって、口に出すならお前は役者でいいんだよ。どこからこの原稿を見つけてきたのかは知らないけど、得難い経験ができた。そんな気がするよ。それじゃあ、このマリモは君たちにあげよう。おー。なんかすげえチープな音。俺たちはマリモを手に入れた。RPG の比喩があったからか。所長、マリモいただけるって、マリモイコール100円だからな。マリモ、ほら。これが200円に。借金、関西、世界、一周。所長は、これ。妨害の喜びにフリーズしていた。帰り道で落とすことがないよう注視していなくては。僕も良い品をもらった。これでまた新しい作品が作れそうだよ。マキリ殿、この度はご協力のほど誠に感謝する。今後もしお困りのご用があれば、ぜひチェリー探偵事務所へ。ああ、そうだ、ついでにこっちのからくりももらってやってください。子供のおもちゃ用でも何でも好きに使ってやってください。おいおいバカ野郎、所長、おい待て、司気づけ、おい待て、気づけ、おいバカタレ、お前それ渡してしまったら20円あいつに渡さなあかんねんか。けど返品されたって言えば20円あげんでいいのよ。1円だけでいいのよ、宮沢賢治の原稿だけで。バカタレ、お前19円損しとんねんよ。違う、20円か、20円丸々損しとんか
また勝手に。バカタレ、気づけ。そうか、司はダメだ。頭弱いんだった。わかったよ、探偵さん。助手の司くんもね。いろいろありがとうございました。レンさんにもお礼を言っておきます。まさにウィンウィンと言うべきか、マリモの依頼は収まるところに収まった。あとはマリモを心待ちにしているトウコさんにこれを渡せば無事事件解決となる。よかったですね、所長。マリモが手に入って。ああ、妨害の喜びだ。明日にはめでたく借金から解放、助手の司にもボーナスを弾むぞ。そして夜には銀座で牛鍋でもつつこうじゃないか。だから借金するんだな。ありがたいです。じゃあごちそうになろうかな。マキリさんと別れて帰り道。マリモを携帯した所長は未だに目を銭にしてふらふらと歩いていた。200円。あ、もうダメだ。絶対落として壊すわ。この緑藻が200円。危なっかしいな。落っことさないでくださいよ。大丈夫大丈夫。金が入ったら一旦でも俺が預かった方がいいだろうか。そんなことを考えていた矢先にそれは起きた。振りが雑。おっと、失礼。終わった。人通りの行き交うさなか。所長はすれ違った男性と肩をぶつけてバランスを崩しよろけてしまう。そして所長、マリモが200円。お、パクられた。ついに迫った200円に目をくらませ、まくっていた所長はうっかりマリモを盗まれてしまっていた。あっちに逃げましたよ、所長。所長？嫌に静かな様子の所長をいぶかっていると、しばらくして彼女は呪詛を吐いた。牛鍋の具にしてくれる。そうして俺たちはひったくり犯をめがけて走り出す。気づきよったか。そのまま帰っておればよいものを。お前その体型で走れるんか。店に入るだけで汗かいてお札で拭いとったやつが。あれは昨日の成金。マリモを抱えてかけていたのは鈍色のスーツに身を包んだ百貨店で見かけた男性だった。でもどうしてマリモを？よほどの珍品だと説明したのは我々だからな。興味を持ったのだろう。最初から最後までやっぱり口は災いのもとだよな。そういえばいくら出せば手に入るかと聞かれた気がする。だからといって強奪という手段に出るとは思わなかったが。ということはつけられとったってことか、今までずっと。おい、止まれ成金太郎。お前のやっていることは犯罪だ。勝手に頓強な名をつけるでない。わしは泣く子も黙る成田造船の成田群像じゃ。走って逃げ去りながら身元を叫ぶ成金太郎。思わぬ流れだがフルネームを入手することができていた。名前聞き出せましたよ。目立つ人ですし、早いとこ警察に通報すべきなんじゃ。警察に知らせたところで意味などない。あいつは金を持っている。それが何か？バカ正直に通報などしてみろ。簡単に丸め込まれるぞ。俺は所長の言っている意味を理解しかねたが、要するにお金の力で警察の追及などたやすくねじ伏せられるということだった。我々に打てる手立ては奪われたマリモを取り返すことしかない。嫌な世の中だな。未来ではこういう司法の現状も改善されているのか。それなら希望もあるというものだな。改善されてないな。結局盗まれたっていう証拠がなかったら結局警察は動けんからな。水かけ論だよな。ひたすら逃げる成田さんに追いすがる俺と所長。成田さんでさん付けするんだ。
今日はすでに散々移動した後だというのに過酷な残業をさせてくれる。さあいらっしゃいいらっしゃい。唯一無二の天下一品。この世に二つとない発明品がたくさん。邪魔だ貧乏人。でお前が出てくるんか。なんだよもう。現代人は時間を急ぎすぎ。どけ万歳。すいません、通ります。なあ探偵さんに司くん、僕のメカはどうなったのねえ。背後から聞こえるシクラさんの叫びに聞こえぬふりをして俺たちは成田さんを追いかける。電車乗って逃げる気だ。ここまで来れば安全だろう。適当な車両に乗って遠くへ。行き先は何だ？牢屋か。ならば話が早い。私がこの手で案内してやろう。おう、こんなところまで。絶対マリも壊れるよな。行ったぞ司。了解です。挟み撃ちに成功。だが成田さんはたちまち人混みに隠れて見えなくなってしまう。またあなたたち駅で騒ぐなって言ったでしょ。ああ、ゆきちゃんさん、ごめんなさい。今ちょっと大事な。ダメ。昨日はあなたたちのせいで私まで。なんで司が捕まっとるんだ。やっぱあれだな。やっぱあれだな。うん。感情で動くから感情に動かされてるな。男気がねえな。しつこい貧乏人どもめ。そんなにこの緑藻が大事か。ここまで追い立ててもまだ値を上げぬとは。あの物品には人を引きつける何かがあるのか。現代でもゆるキャラ化するくらいだし、そうなのかな。お、ボケる余裕も出てきた。駅を飛び出した成田さんは日本橋を折り返し、銀座の中心地まで逃げ込んできていた。ここもかなり人通りが多いので見失いやすいが追うしかない。ていうか所長、俺についてきてますけど大丈夫ですか？体力というか。何？探偵として最低限は鍛えているのでな。それより司もなよなよした言動の割には粘るじゃないか。いいね、なよなよした言動もっと言ってくれ。多分これが尾を引く。絶対に後々このなんか流されやすい性格はやらかす。絶対やらかす。まあ俺もまあそれなりに鍛えていたので。どうえ疲れが溜まってきているのはこちらもあちらも同じ。チェイスレーシングもそろそろ限界を迎えて。もう限界だ。この辺りにタクシーはないのか。俺たちより15メートルほど先を逃走する成田さんは途端に周囲をキョロキョロと見回し始めた。まずいな。タクシーを拾う気か。どうします？車に乗られたらさすがに追いつけませんが。ここは所長の知恵を一つ拝借。あ、ダメだ。適当なこと言うやつや。ああ。すごいな。このくだりいるかな。姿が見えんな。ようやっと巻いたか。手間をかけさせおって。おい、そこのタクシー止まれ。わしだ。いや、わしと言われても。これで一安。どちらまで行かれますか？なあ、そんな知恵があるんか。今までずっとボケかと見まがうくらいのトンチキなことやっとったんに。土壇場ではそういうの発揮するんだ。なるほど。所長は追い込むと才能を発揮するタイプか。なるほどね。前もってタクシーに乗り込み、空車のふりをして目の前に止めさせる。向こうは相当びっくりしたようだが、びっくりしすぎてその場から逃げ出してしまっていた。また逃げたか。釣りはいらん。取っとけ。足りませんよお客さん。ほんとごめんなさい。これで。
所長の不足分を適当に補い、俺たちはなおも逃走した成田さんの行方を追う。これで捕まらんのかい。いらっしゃいませ。何名様でしょうか。2人。2名様ですね。ただいまテーブルを。いや結構、あちらの者と同席する。疲れたわい。呼吸が乱れた時はここで一服するに限。ほう、そのタバコは確か大戦講和の記念に発売されたものだな。存外と平和主義者なのか。チェ強引な。すげえ。成田氏はあろうことかカップの乗ったテーブルごとちゃぶ台返しを披露してその場から逃げ去った。マジで？身分があれば何をしてもいいと思っているのか。ゲスめ。でもそのマリモを求めとるのはお前なんて吹けば飛ぶほどの金持ちだと思うんやけどな。ありがとうございます。倒れたテーブルやらカップやらを元に戻し、お会計までささっと済ませて俺たちは再び店を出る。その後だったらずっと一生捕まえれんぜ。金だけはなくなっていくぜ。所長のガマ口を逆さにしても埃しか出てこなくなってしまったので、しっかり落とし前をつけさせないと割に合わない。ナリゴンはいた。だがだいぶ遠くまで行かれてしまいましたね。あと一つどこかの角を曲がられれば見失ってしまうだろう距離。少なくとも追うスピードを緩めることはできそうにない。ちょうどいいやつがいた。おい柳楽。あんたは探偵？一体何のよ。向こうを走ってるスーツの男。あれは私の全財産を奪った大強盗だ。ひっ捕らえろ。助手の司です。訳あってミラノ帰りです。所長と同じくあの男を追ってます。おお、初めからそうすればよかったね。どういう状況ですかこれ。あ、ダメだ、こっちがポンコツやった。次はこっちがポンコツか。この世界の男は本当に。たまたま紹介中だったらしい刑事さんと所長はどうやら知り合いらしく、全力疾走の最中にも協力を要請していた。上層部まで行けば金でもみ消されるかもしれないが、現場の人なら味方になってくれるのかも。いいから向こうから回り込め。相手は悪党だぞ。正義の警察が放っていていいのか。悪党は許せません。自分は悪から市民を守るために警察を志しました。いつもこいつでなんか癖があるな。相手が悪党と聞くや僧帽に炎が燃え上がる、凪良さん。所長の指示通り俺たちは成田さんを攻撃するように動く。